皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは、中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast から設定で出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。さて皆さん、お元気でしたか？今、私が住んでいる山梨県の甲府市では、昨日久しぶりに結構な量の雨が降りました。あんなに降ったのは2ヶ月ぶりとか、もしかするともっとかもしれません。日本は冬、太平洋側は乾燥します。っていうのも、冬は日本海側から風が吹いてくるんですが、日本列島の本島の真ん中辺に高い山があるんですね。で、雨とか雪は山の手前の日本海側で降ります。で、山を越えて太平洋側に来るときには乾燥した空気になっています。甲府は太平洋側というほど海に近くはないんですが、山よりは太平洋側になるので、冬はすごく乾燥します。で、ストーブも使うので火事が多くなります。この辺でも2週間ぐらい前に立て続けに火事が2件ぐらいありました。それとは別に、うちから1時間とかもう少しぐらい離れたところでは、1週間ぐらい前から山火事も発生していました。で、今回の雨が恵みの雨となって、やっと山火事が収まったそうです。恵みの雨っていうのはありがたい雨という意味です。天からの恵みという意味ですね。それで言うならば、今、東北の岩手県の大船渡という場所でかなり大きな山火事が起きています。今日の朝までに2600ヘクタール焼失してしまい、燃えてしまった家は84軒、亡くなった方が1人、そして4500人以上に避難指示が出ているそうです。2600ヘクタールというのは、日本の山火事での年間焼失面積の4倍近い面積だそうです。日本の中ではかなり規模が大きいと言えます。で、明日はその大船渡の方でもまとまった量の雨か雪が降る予報だそうです。恵みの雨となることを祈っています。昨日の雨はですね、私にとっても、レベルが小さいんですけど、恵みの雨でした。というのも、私の花粉症の症状が雨のおかげで、今は収まっているからです。花粉っていうのはよく鼻の真ん中にある黄色い粉みたいなやつですね。ただ、今この2月3月、または4月ぐらいまで、花粉の量がどうこうっていう時の花粉は、だいたい杉の花粉です。杉は木の名前で、日本の山に大量に植えられています。ヒマラヤ杉などは杉って名前についてますが、実際は違う種類で、日本の杉は日本の固有種だそうです。固有種っていうのは、日本にある種ってことですね。日本特有の種ということです。で、これ、植えられているということは、自然に育ったわけじゃなくて、人間が植えたんです。
で、その杉の木がこの時期、2月の終わりから3月4月にかけて花粉を飛ばして、たくさんの人が花粉症で大変な思いをします。日本人の半数近くが花粉症というデータもあるぐらいです。私もここ数日辛かったんです。目がかゆくて頭も重かったです。でも昨日雨がザーザー降ってて、で今日もそんなに晴れてないんですね。今日の夕方から雪の予報です。子供がワクワクしてるんですけど、そんなわけで、今、花粉があんまり飛んでないんです。そのせいか、目がかゆくありません。マスクもしなくて済んでいるので、息もしやすいし、とっても快適です。まさに恵みの雨でした。ということで、今日は花粉症というテーマでお話しします。さっきも言った通り、日本人の50% が花粉症というデータもあるぐらいです。日本人のお友達と今の時期、いい会話のネタになると思うので、ぜひ楽しんで聞いてください。今というか、この時期ですね、外出すると、マスクをしている人がすごく多いことに気づくと思います。今は花粉症真っ盛りです。ちょうど2月末ぐらいから始まった感じです。日本人はコロナが流行り出した時、マスクをすることに対して批判的なことを言う人はほぼいませんでした。コロナがね、少し落ち着いてきた頃には、マスクに反対する人は出てきてはいたんですけど、マスクをすることそのものに対してはあまり抵抗がなかったような気がするんですね。で、それは花粉症が大きく関わっていたと思います。コロナのずっと前から花粉症の人が多いんで、2月末から3月、4月はマスクをしている人が、もともとたくさんいました。私もその一人です。マスクをしないと明らかに症状が悪くなるんですね。目が痒くなったりとか、くしゃみが止まらないとか。だからマスクが効くってことを体で感じている人が多いと思います。あと花粉症だけじゃなくて冬になると毎年インフルエンザが流行るんですけど、その冬はインフルエンザの季節はインフルエンザにならないようにマスクをする人も多いんです。だからコロナの時にマスクをするようにってなった時、あまり抵抗がなかったんじゃないかなって思います。それぐらい花粉症が多いんですが、私が花粉症になったのは6、7年ぐらい前です。私が住んでいるところ、甲府ですね。甲府は盆地です。盆地っていうのは周りより低くなっている場所のことです。で、この甲府は360度山に囲まれた盆地です。なんで、汚い空気が、綺麗な空気もかもしれませんが、出ていかないんです。ちょっと高いところから街を見下ろすと、なんとなく空気が下の方に溜まってるっていう感じが見えます。で、周りの山から花粉が盆地に飛んでくると、そのままそこに留まることになります。最初に、この甲府に引っ越してきたとき、ここに住んでたら花粉症になるよって言われたんです。その人もどこか別の場所から引っ越してきた人だったと思います。でもね、私健康だし、みたいにね、思ってたんですけど、本当に私も残念ながらなってしまいました。で、ここ数年は症状が出る前に病院に行って薬をもらうようにしていました。そうじゃないと目がかゆくて仕事にならないんです。
私の症状の一番ひどいのはもう目のかゆみです。で、もう目がかゆいと何をしてても集中できないんですよね。で、それから頭が重くなる時もあります。痛いののちょっと手前みたいな感じで、積極的に頭が痛いっていうわけじゃないんですけど、なんかこう中に詰まってるみたいな感じで重くって、これもまた集中できません。で、ただ私がうっかりしてたのは、薬があれば症状が出ない気がしてたんですよね。それで今年も薬をもらいに行って、今、もらいに行ったと言ったんですが、実際はお医者さんの診察を受けて薬を処方してもらうってことです。薬だけを買いに行ったわけじゃなくて、診察もしてもらっています。そう、だからもらうって言ってもお金を払っています。でもよくこうやって薬を出してもらうことが目的で病院に行くような場合には、薬をもらいに行くっていう表現をよく使います。で、今回薬をもらいに行ったとき、先生が飲み薬だけじゃなくて、目薬と鼻の薬も出してくれました。で、私はその時、その飲み薬があれば別に目薬とかいらないのになって思ったんですよね。で、何年も花粉症なのになんで忘れちゃうかわかんないんですけど、飲み薬を飲んでも目はかゆいし、鼻もかゆかったりするんですよね。つまり、飲み薬を飲んでいれば、飲んでいない時より症状が抑えられているだけであって、症状はあるんですよね。だから案の定、目も痒くなったので、今回も、目薬も鼻の薬も出してもらえてよかったです。で、去年はどうだったかちゃんと覚えてないんですけど、私、この2年前の今のこの花粉症の季節のことはすごくよく覚えています。というのもちょうど娘の受験に付き添って金沢と名古屋に行ってたんです。多分4泊5日か5泊6日ぐらいですね。で、その頃はYouTube でまだ顔を出して話すような動画を作ってたんですね。で、それで行った先のホテルで、きっと素敵な部屋だと思うから、そこで撮影しようと思ってたんです。でもそれが3月中旬で、時期的に花粉症のピークの季節で、もう顔が出せない感じだったんです。まず目が腫れてて化粧ができない。で、鼻もずっと出ててどうしようもない感じです。なんでしょうね。目がすごくかゆい時とかに化粧なんかしたらもうなんかとんでもないことになりそうな感覚があるんですよね。で、その時は撮影を諦めました。でも観光もしたかったんですけど、外に出ると花粉があるし、ホテルの部屋にいても花粉症で辛かったんですけど、なんかね、全然楽しめない感じの、あれは旅行じゃなかったんですよね。娘はね、もう受験で、ピーピー緊張してましたしね。とにかく、それもあって、すごくよく、覚えてます。ひどい状況だったっていうこと。だから今年はどうなんでしょうね。一回書き出してしまうとすっごく痒くなっちゃうから、とにかく、痒くても書かないように、我慢するように、してね、目薬も、1日2回って言われたけど、ちゃんとね、痒くなる前に刺すぐらいな勢いで、ちょっと予防に努めたいと思います。さっきも言ったように、薬を飲んでいてもね、そういう状態になるってことをまた忘れてて、で、ここ数日で思い出したんです。目が痒くって。
そう。だからね、ちょっと本当に気をつけたいと思います。で、今回ですね、花粉症について話すにあたり、いろいろ調べてみました。日本の国土の7割は森林なんです。航空地図を見るとわかるんですけど、本当に緑なんですよね。大部分が。で、その山のない狭い部分に人口が集中して住んでいます。山のない部分が平らだからそこに人が住めるんですよね。で、7割が森林なんですけど、そのうちの 40% が人工林だそうです。人工林っていうのは人が植えた木でできた林のことです。で、さらにその人工林のうち 44% が杉で 25% がヒノキだそうです。ということは、少なくとも森林全体の 17.6% が杉の林で、全体の 10% はヒノキの林ということになります。で、花粉症といえば、普通は大体杉の花粉症で、これが2月から始まって3月が一番ひどくて、4月もまだちょっとひどくて5月ぐらいまで続きます。そしてヒノキの花粉症が少し遅れて始まって3月下旬から4月中旬ぐらいがひどくて、これも5月ぐらいまで続きます。で、森林全体の 17.6% が人工林の杉ということは、天然林、自然な林ですね、の杉も含めたら、なんか 20% とかも超えるかもしれませんね。で、量が多いからこそ花粉症の第一の原因になっているというわけです。で、なんでそんなに杉が多いのか。なんで人工林の 44% も杉の木なのか。ですが、杉っていうのはまっすぐ生える木です。で、成長が早くて3、40年ぐらいで木材として使えるぐらいに育つそうです。で、まっすぐ生えるから、建物を建てたりするのに向いていて、成長速度も速いから、江戸時代ぐらいから杉は植林されていたそうです。植林というのは木を植えることです。江戸時代というのは1603年からなんですけど、その頃までに結構日本のいろいろな山の木が切られていたようです。建物を建てるのに使ったり、あとは海のそばだったりすると塩を作る燃料とか、あとは鉄を作る燃料とかとしても使っていたようです。で、結構山の木がなくなっちゃっていたんで、江戸幕府が各地に命令して植林事業を進めたようです。ただそういう木は戦争などで使われてしまって、第二次世界大戦後、日本の経済が成長している高度経済成長期、あの時に建築木材が足りなくなって、1950年代頃から大量に杉が植えられたそうです。ところがですね、1960年代、後半ぐらいからだんだん海外から安い木材が入ってくるようになって、国産の木がどんどん使われなくなったそうです。で、その結果、大量に植えて使われなかった杉の木が今花粉を大量に飛ばしているというわけです。じゃあ切っちゃえばいいじゃんって思うかもしれないんですけど、切っちゃうと今度はそこに別の木を植えないといけないそうです。もし木をね、切ったままにしておくと地滑りとかが起こりやすくなっちゃうからです。で、そういう植林にもまたお金がかかるので、余計高くつくから植えられたままの杉が放っておかれるということになっているようです。
ヒノキも同じような感じでたくさん植えられたようです。ヒノキの方が成長速度が遅くて、材木になれるまでに5、60年かかるそうです。ただ、耐久性と強度がすごくあるんで、ヒノキの方が高級な木材とされています。日本で一番古い、木造建築、つまり木でできた建物は、奈良にある法隆寺というお寺なんですが、これはヒノキで建てられています。建てられて1300年経っているそうです。すごいですよね。他にも結構古い大事な建物はヒノキが使われていることが多いのかなと思います。で、さっきも言ったようにスギ花粉が先に飛び始めて、その後ヒノキの花粉が飛びます。ヒノキの花粉症もあります。私は杉もヒノキもどちらにも反応します。実際ね、今何が飛んでるとかはわからないんですけど、病院で血液検査をしてもらって、自分が何にアレルギーがあるのかを見てもらったところ、結構いろんなものにアレルギーがあったので、ショックでした。ハウスダストにもアレルギーがあるので、部屋もね、きれいにしなければいけないですね。そう、それでね、最近は子供の花粉症も増えてきているみたいです。小さい子がかゆがってるのはかわいそうですよね。そう、だからもう本当に国民病になりつつあるので、というかもうなってる気もするので、この杉をですね、少しずつでいいからね、切って、家を建てるのにでも使って、山に生えてる杉の木を減らしてもらいたいものです。コロナの時に海外から木材が入ってこなくなって、国産の木材を使うことが増えたそうです。で、せっかくならね、その方向にどんどん行ってもらって、山に生えている杉の木をどんどん切って、家を建ててほしいです。そうすればね、環境にもいいですよね。遠くからエネルギー使って運んでくるより、日本国内で、できればね、人が住んでいる近くの杉の木から切ってほしいですね。そうすれば実際運ぶ距離も少なくて済みますからね。杉の代わりに少しね、生態系にいい木、広葉樹らしいですけど、広葉樹を植えればいいんじゃないかなって思います。広葉樹っていうのはですね、この場合、広い葉っぱの樹木の樹と書きます。色の変わる紅葉とは別の漢字を使います。ちょっとややこしいですね。樹ってついたら広葉樹、広い葉っぱの方ですね。で、樹ってつかないときは普通は葉っぱの色が変わる紅葉のことを指します。はい。とにかくですね、今回調べてみたら、どれだけ日本に杉が多いのかってことがよくわかりました。ちなみに、杉もヒノキも北海道と沖縄にはあまり植林されていないそうです。なので、花粉症の季節だけ北海道に行くとか、そういうのも素敵だなって思いました。で、あと、こんなに杉の文句を言ったんですけど、一つとっても気になっている杉の木があります。屋久島という島にある縄文杉という杉の木です。これはぜひ一度見てみたいです。屋久島という島は日本の南の方にある島です。ただ、沖縄ほど南じゃなくて、鹿児島のちょっと先にあります。で、屋久島の杉は屋久杉と呼ばれるんですが、その中の最大の最古の屋久杉が縄文杉と呼ばれています。これは樹齢2000年から7000年という説もあるそうです。ただ、7000年ではなく4000年以下だろうという研究結果が、ウィキペディアに載っていました。実際はね、はっきりはきっとわからないんですね。
木の真ん中とかを取ってチェックするとわかるそうなんですけど、保護のためにそれはしないそうです。で、この屋久杉を見るためには、10時間ぐらいトレッキング、歩かないといけないんです。行って帰って10時間ぐらいだそうです。で、見るといっても木の保護のために実際は数十メートル離れたところからしか見られないそうなんですが、それでもかなり大きく見えるそうです。で、行くまでの道もこの辺じゃ見られないような景色のようです。ジブリのもののけ姫っていう映画がありますよね。モデルとなった森が屋久島にあるんですけど、屋久杉に行くまでの道も多分ああいう感じの苔むした道なんじゃないかなって思っています。で、10時間ですからね、足腰を鍛えていつか行きたいんですが、どんどんそんなこと言ってると年を取っちゃうからね、行くなら早く行かないといけないなとも思っています。で、屋久島の杉もね、もちろん花粉を飛ばすんで、この時期は、屋久島でも花粉症の人は注意が必要だそうです。ただ、雨が多いところなので、関東とかみたいにバカみたいな量の花粉が飛ばないみたいです。はい。では、ここからですね、もしかして皆さんの中に日本に住んでいて花粉症になってしまったとか、まあすでにもともと花粉症だったという人もいるかもしれないので、対策についてお話しします。まずはですね、やっぱ薬が効くので飲み薬を飲むっていうのが一番ですね。で、それから外に出るときはマスクをする。で、家の中にも花粉が入っているようだったら、家の中でもマスクをした方がいいと思います。ただね、苦しいんでね、ここはちょっと本人次第ですよね。ご自身がどう感じるかですね。で、それから外に出るときには帽子もかぶるですね。髪の毛に花粉がつかないようにします。で、あと花粉症用のメガネっていうのがあるんですけど、ちょっとね、ゴーグルみたいなんであんまり私はしたくないんでしてないんですけど、本当にひどい人はやっぱそれもね、するみたいですね。で、家に帰ってきたら、まず帽子とかね、花粉がついてるものを全部はたきます。家の中じゃなくて入る前ですね。体を上から下までパン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 ってこう服をパタパタってはたいてですね、表面についている花粉を落とします。で、家の中では、まず外で使ったマスクはもうね、捨てます。外側についているはずなんで。そして手を洗います。で、目を洗う人もいるそうです。あと、うがいをします。喉をカラカラカラってやってペーってするんですね。それをすると結構いいそうです。で、もう夜だったらすぐにお風呂に入ってしまう。夜じゃなくてもですね、すぐシャワーを浴びるとか、お風呂に入るっていうのも、やっぱりもう物理的についた花粉を落とすという意味で、とても効果があるそうです。で、あと、家の中では、花粉フィルターのついている空気清浄機ですね。あれを使うとすごくいいみたいです。そしてやっぱりよく掃除をして、床にね、花粉とかが落ちてるかもしれないからよく掃除機で吸うとかね。そういうことが大事みたいですね。今、私こんなに偉そうなことを言ったんですけど、実は外から帰ってきて手洗い、うがい、あと目を洗う。これ考えていませんでした。今後はまずはここからやっていこうと思います。うん。そうだ。あと、花粉症にいい食べ物としてバナナとヨーグルトをあげているサイトがありました。まあ理由はいろいろあるんですけどね。私ヨーグルト好きなんで、ちょっとヨーグルトね、どこまで効くかわかんないですけど、これを言い訳にちょっと食べてみようかなと思っています。はい。皆さんはどうでしょうか？花粉症でしょうか？
また、皆さんの住んでいるところが日本じゃないとしたら、そこにはこういう花粉症みたいなのはありますか？ちょっと気になります。ぜひコメントで教えてください。はい。そして、最後に一つ宣伝です。日本語の発音を良くしたいと思っている方のために、サブスクのコースを作っています。発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションについて学び、それを実際に自分が話すときに応用していこうというコースです。で、そこでは、プロナンシエーションチャレンジ、発音チャレンジといって、皆さんの発音がどうなのか、私がチェックしてフィードバックするイベントも毎月開催していますので、自然な日本語を話したい、自信を持って話したいと思っている方は、ぜひチェックしてみてください。今は英語で説明する動画しかないんですけども、早めに日本語で説明する、しかも中級以下レベルの日本語でそういうことを説明する動画も追加したいと思っています。はい。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。